世界よ、これが日本の小麦粉料理だ。団子汁最強だよね。どうも、快晴晴れ女小麦です。夕方からは雨らしいけどね。ゴールデンウィークの最初の祝日、4月29日の出だしは良好。川の水もこんなにきれい。私の好きな下流の風景。支流と本流がぶつかる場所。川っていいね。天気のいい日は団子汁だよね。はあ？このチャンネルではここ川沿いリバーサイド、略して川リバで米ぬかを使った低糖質な料理をご紹介しています。米ぬか 50% を使ったレシピ動画や宇宙や古代歴史、人生について考えるポッドキャスト、そして私小麦の結婚相談所など概要欄にいろいろな情報を載せているのでぜひチェックしてください。さて、今日の合言葉はアンチエイジング。コメント欄に書いてみて。今回の記事も小麦タンパク添加なし。卵入りの生地で米ぬか 20%、加水率 70%。団子汁を作るんだ。分量の詳細は概要欄へ。早朝恒例お掃除アトラクション。楽しそうだね、よしひこ、メス。変な名前つけてごめんね。買い物は楽しい。新鮮野菜が安く手に入るとなお楽しい。猫たち、ただいま。何を気づいにしてんねん。三つ星グルメ買ってきたよ。三つ星とはチョコレート剤。一日一袋ね。ケチンボやわ。贅沢は敵ですよ。昭和ん。ところで今日はキャンプですか？このテントえ感じやわ。萌え。よしひこに癒されたら早速調理に取り掛かろうか。醤油ベースの鶏汁味の団子汁。時々無性に食べたくなる味。この極太ごぼう3本100円。農家さんコーナー神。そうは言っても今日は団子がメインなので具材は控えめにしようかな。ごぼう、人参、舞茸、こんにゃく、そして鶏肉と彩り要員の大根葉。小ネギ買い忘れたんだよね。最近人参が安いので人参グラッセを毎日作ってる。人参グラッセを大量に作ってタッパーに入れていると翌日には消えてるんだ。座敷わらしがいるね。極太ごぼうの切り方に悩む。
まあこうだよね。ごぼうはアンチエイジング効果がすごいよね。強力な抗酸化成分サポニンが細胞の酸化を抑制するんだって。さらにイヌリンが血糖値の上昇を抑えて老化の元凶となる糖化を徹底ブロック。腸内から毒素を排出するデトックス効果で若さを維持するんだってさ。そういえば昔ごぼう茶って流行ったよね。当時奇跡の60代と言われた医学博士の南雲義則先生提唱のごぼう茶。今現在はどうなってるんだろうと思って YouTube で検索したら奇跡の70代になってた。やっぱごぼうってアンチエイジング効果があるのかも。具材は少なめでいいやと言いながらカットしてみると鬼量になってるあるある。鍋から溢れないか心配。この袋は毎日作ってる具沢山味噌汁の具材。小ネギを買い忘れたから大根葉を回収してるよ。せっかく袋を開けたからこの味噌汁具材は煮物に転生させてやろう。アイリスオーヤマの電気圧力鍋登場。電気圧力鍋には鍋モードもあるんだ。圧をかけない普通の煮炊きもできるからとても便利だ。さあまずはベースの鶏汁作り。鶏の旨味を出すために一度軽くフライパンで焼くよ。面倒だからこの深型フライパンで団子汁作ろう。適当に水を入れて残りの具材もドッキング。若返りの素、ビタミン B2 とベータカロテンとグルコマンナン、顆粒だしと酒を入れて煮込んでいく。具材に火が通ったら醤油で味を整える。塩で決めたら団子のターン。団子の生地にも塩を入れてるからさっきの塩は控えめでいいかもね。米ぬかと卵入りの生地のグルテンが思いのほか成長してて草。米ぬか生地ではない時代の団子汁は水分多めのこねない生地が好きだった。
でも糖尿病になってから米ぬかを添加するようになって同じような水分量で作ってたら汁に生地が溶けて固まらなかったんだ。だから米ぬか入りの生地は一晩放置してグルテンを育てることにしたんだ。米ぬかが生地に入ると想定外のトラブルも多いけど、米ぬかのおかげで糖尿病でも小麦粉料理を楽しめてる。ありがとう、米ぬか。鍋すれすれまで攻める団子汁。なんとかなるもんだね。500g の団子の迫力がえぐいね。私は今日は主食いらないかな。旦那氏は米を炊いていたけどね。卵入りの水分量 70% の生地、コンディション最高かもしれない。触っていて気持ちがいい生地は成功生地なんだよね。さあ、団子に火を通そう。なんか品数少ないなと思ったら卵を焼けばいいじゃない。ほら、一品増えた。えぐい量の団子汁の中に彩り大根葉を投入するよ。余熱で大根葉に火を通す間にスイーツとサラダ作り。ついに八作が最後の一個になった。今シーズンもたくさんの実りをありがとう。画角からはみ出てるけどサラダを作っているよ。ドレッシングは醤油とマヨネーズとごま油。団子汁にもごま油。さあ、大量団子汁の完成だ。今日はテラスで食べるんだ。せっかくの青空とそよ風。カーリバライフの本領発揮。ついでに作った雑な煮物。おいしそうで草。団子汁テラスランチが完成したよ。
最高のパノラマだ。それではいただこうか。なんだか絵面が茶色いけど、茶色は正義だよね。ついでの煮物、どうしてこんなに美味しいのか。水と醤油と酒と果糖と粉末だししか入れてないのに。そして鶏汁ベースの団子汁。体が求めていた味だ。テラスで食べる団子汁。オープンテラスのカフェ気分。団子汁だけどね。実は本当は今日ピクニックの予定だったんだけどね。午後からの雨予報が気になって諦めたんだよね。でもこの天気、ピクニック行けたな。テラスで団子汁ランチ美味しかった。また見てね。今日の合言葉覚えてる？アンチエイジング。バイバイ。